当たった時のもう手首の剛性がないとよいしょ。これすげえ良さそうだなと思ったのがあるんで紹介しますね。ベテルビウフがやってるトレーニング、これめっちゃいいトレーニングだなと思ったのがあって、早速そのトレーニングに使うグッズをね買って試してみたので、試してみたところめちゃめちゃおすすめだなと思ったので、今日早速紹介したいと思います。こういうグッズを使います。よいしょ。じゃじゃん。これなんでしょう。体操のこうつり輪で使うやつですね。これねどう使うかっつうと、これでねこうやってついて、体維持したり、腕立て伏せやったりするっていう、ちょっとやり方一応見せますんで、しっかり握ってこういう風につくんですね。ほいでよいしょ。これでこの姿勢がねまずねほとんど取れないと思います、みんな。でこれでこう腕立て伏せをしたりするんですけど、よいしょ。こうよいしょ。という感じですね。よいしょ。これの上でねこうやってバランス取るのってめちゃくちゃ難しいです。もうねビクビクしますし、ちょっとでも、バランスがね崩れて、これをね手首が支えきれなくなったらカクってこうなっちゃうんですね。おっとこうなったり、ちょっとでもこう傾くと、傾かせないためにピタッとこれをこういうふうに維持する。これだけでも、かなり手首のいいトレーニングになります。気をつけてくださいね。耐えるだけでもしんどいです。危ない危ない。これねなんかわかんないです。危ないでしょ。やってみる。そうなくなっちゃったんですよ。怖いでしょ。小時間とどめとく力っていうか、だからこれがもう結構このパンチ力にかなり影響が強いですよね。平気でしょ。逆に手首の安定度が作れてない人はこれで鍛えてもらった方がいいかなと思ったんですよね。滑った滑った、タオルが滑っちゃう。すごいわ。置いた。これはすごい。でも動くと滑りそうですね。これできなくてもいいので、例えば縦膝とかでちょっとこう慣らしていくとか、これでもね結構きついと思います。あとはちょっとこう体重かけてみるとか、少しずつ慣らしていけばだんだんこの姿勢も取れるようになってきますので。パンチってねどんだけパワーがあってどんだけ体幹強くなってものすごい勢いでパンチがぶつかったとしても、当たった時のもう手首の剛性がないともうゼロになるんですよね。この手首のぐねりが全然起きなくなるとバーンって
鍛えた、ね、パンチが思いっきり打ち込めるようになるので、手首のブレをなくすトレーニングってすっごい大事で、手首を鍛えるトレーニングっていうと、こういうのをね見たことある人もいるかなと思います。こっからこう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 、ここからこう来てこういうトレーニング。このミット結構打ちにくくないですよね。反発がすごいんですよ。でのパンチ、グローブをつけて打つパンチとは異なる技術が必要になってくる。遠慮してやってるじゃないですか。跳ね返る感覚が怖いから、このキックミットは反発力が強すぎて弾き飛ばしてくるんですよ。これ衝撃がね全部腕に返ってくるので、中途半端な叩き方をしているとすぐ手を痛めてしまう。いいミットだと画面をねまとってくれるからめっちゃ気持ちいいんですよ。ズボッといけるんで。だけどこれもそれがないので、これを攻略するといい気づきが得られる。ここですね。こういう打ちにくいものを叩いてトレーニングする。見ていただいたら分かるようにですね、いろんなトレーニンググッズが日に日に増えていっておりまして、この辺に、トレーニンググッズがね溢れ返ってるわけなんですけども、こういうバランスボード系ですね、ダンベル、ボクシングダンベルですね、こういう片方に荷重があるやつ、このね、小さいタイプ、これねボクサーがよく使ってたりするやつですけど、これはねすごくおすすめですね。あとはねスラッグレール、これはね稽古会でみんなで使ったりするやつですね。こんな感じになっています。トレーニング方法はねやっぱりこうバージョンアップしていこうとすると、気になるグッズがあったら実際に試して効果を検証して、良いものがあれば、紹介してどんどん発信していきたいなと。Amazon でねここ2000円ぐらいで買えちゃうので、2000円弱かな。体操釣り輪って検索するとこんな感じのこれです。僕が買った商品はリンク送っときますんで、パンチねパンチやんない人にはあんま関係ない、関係あるか。でも手首ね弱いより強い方がいいですもんね。本来の目的とは違う目的ではありますけども、超おすすめですので、ぜひ皆さんも試してみてください。以上です。ありがとうございました。